皆さんこんにちは。小垣子です。今日は性別関係なく誰でも被れるシンプルなデザインの帽子を編んでいきたいと思います。今回私がしたかったのは、頭にピタッとくる感じじゃなくて、後ろがちょっとくたっとなる感じですね。こんな感じの帽子を作ってみました。ちなみに息子にかぶせてみたところ、こんな感じになりました。はい。これを見てスケバンデカだなと思った方、同世代です。はい。ちなみに私が被ってみるとこんな感じです。材料はこちらになります。今回私が使っていく毛糸は、バーナットのソフティーベイビーというこちらで編んでいこうと思います。帯にはかぎ針のサイズ 4mm なので7号ですね。とあるんですけれども、気持ちゆったりめに編みたいなということで、ちょこっとだけかぎ針のサイズを大きくして 4.5mm であるこちらの 7.5 号で編んでいこうと思います。毛糸はもう皆さんお好きなものをお選びください。今回帽子なのでチクチクしないものであったら何でもいいんじゃないかなと思います。そしてその毛糸に合わせたかぎ針か若干大きめのかぎ針で編むといいんじゃないかなと思います。あと必要なものはステッチマーカー、そしてこのピンクの毛糸の切れ端もステッチマーカーとして使っていこうと思います。そしてメジャー、ハサミ、とじ針が必要になります。では編んでいきましょう。今回まず編み始めは鎖編みと中長編みを一緒に編んでいくという編み方で、ベルト状に編んでいって、それを、ちょっと引っ張って頭1周分の長さに編めたら輪っかにして帽子をこう下から上に編み上がっていく感じですね。に編んでいこうと思います。そして今回は、1段が終わった時、毎回引き抜き編み、立ち上がりの鎖はせずに、ぐるぐるぐるっとソフトクリーム状に編んでいきたいなと思うので、今、中長編みで編んでいくと申し上げたんですけれども、これですね。これが普通の鎖と中長編みで編んでいく感じなんですけれども、最初の3目だけは、鎖と引き抜き編み、鎖と細編み、鎖と細編みで編んでいきたいと思います。なぜ3目だけ違くしているかというと、ソフトクリーム状に編んでいきたいので、2段目を編み始めるときにちょっと角度、斜めのラインが欲しいなと思ったので、この編み方でいきたいと思います。では、まず、引き抜き編みじゃなくてすいません。作り目をします。そうしたら鎖編みを2目編みます。1、2。そして次、鎖編みと引き抜き編みをしたいので、今編んだ鎖編みの1番目の片山と裏山を取ります。そして糸を持ってきて、ちょっと長めに引っ張っておきます。次、糸をかけたら、この2本を引き抜きます。そうしたらこれが、下の鎖の役割をして、右側は引き抜き編みの役割をする目になります。で、後で目を見失いたくないので、すいません、後ろでピーピー工事の音が鳴ってますけれども、ここのところですね。これが一番初めの目だよということで、ステッチマーカーを入れておきます。続いて、鎖と細編み編んでいきます。今編んだ方のこの見えている左側のラインですね。ここに針を入れると、後ろにも同じような目があると思います。そしたらその後ろの目も拾います。そして糸をかけて糸を持ってきたら、長めに持ってくるようにします。そして今度は細編みを、鎖と細編みを編みたいので、まず左側1本、続いて2本引き抜きます。これで鎖と細編みが1目出来上がりました。そしたら続いて次の目ですね。この左のラインに入れると、後ろ側に同じような目があると思うので、
2本取るようにしてください。そして糸を長めに持ってきます。次も鎖と細編みなので、まずは1本、その後は2本。これで、引き抜き細編みができたので、次からは鎖と中長編みを編んでいきます。針に糸をかけてから、この左側のラインですね。針のすぐ下のこの2本ではなくて、その下ですね。のラインのところに針を入れて、後ろじゃないですね。後ろ側にもある糸を拾ってください。2本取る感じです。そして糸をかけて持ってきたら長めに引っ張っておきます。そしてまず糸をかけて左1本を引き抜く。よいしょ。次、中長編みなので糸をかけたら次3本すべてを引き抜きます。これで鎖と中長編みという目が1本できました。あとはこの編み方をずっと繰り返していってください。針に糸をかけて、このすぐ下の3本一緒に引き抜いた目ではなくて、その隣ですね。一番左側の縦ラインのところに針を入れて、後ろ側の目も取って、糸を長めに持ってきます。そしてまずは1本引き抜く。続いて3本引き抜く。これをずっと繰り返していって、軽く引っ張って頭一周するかなという長さまで編んでいってください。今回必要な目の数は偶数なんですけれども、最後の1目を使ってこれを輪っか状にしたいので、奇数目になるまでとりあえず奇数目で頭軽く引っ張ってぐるっと一周という長さまで編んでいってください。ここでちょっと待ったです。私はこの時点ではあまり深く考えず、必要な目の数は偶数目と申し上げているんですけれども、偶数目、なおかつ8の倍数で始めると、最後ですね、ここ閉じていくときに減らし目を8目ずつ減らしていくので、8の倍数でやっておいた方が数の計算がしやすいかと思います。8の倍数はマストではないので、偶数の目の数で編んでいただいたらこの模様はできます。なので、この時点では、8の倍数マイナス1にすることをお勧めします。71目編み終わりました。この状態で頭を一周軽く引っ張ったら一周できるので、私はこれを輪っかにしていきたいと思います。ちなみにメジャーで測ったらだいたい46センチぐらいの長さになっています。では次、作品を輪っかにしていきたいと思います。まず針に糸をかけてから、今までと同じようにまず最初はこの左側の目ですね。で中長編みをしたいので、針に糸をかけてからこの左側のラインに針を入れて、糸を持ってきます。そしたら次、作品がねじれていないように確認しながらですね。一番初めの目がここになるんですけれども、それのどうしましょうかね。この三角を拾ってもいいんですけれども、三角を拾うとちょっと目が大きいかなと感じたので、その三角のすぐ横ですね。引き抜き編みの鎖部分のところ。この、横ラインが2本あると思うんですけれども、その間に針を入れて、カメラに入ってなかったですね。入れて、糸を持ってきます。で、この時に、一番左側、この3本目ですね。これも一緒に引き抜きます。そうしてから次、針に糸をかけて残りの3本を引き抜きます。これで72番目の目が完成です。続いて2段目編んでいきたいと思います。
2段目からは早速デコボコ中長編みを編んでいきたいと思います。まず最初に編んでいくのはこのステッチマーカーが入ってる目なんですけれども、この引き抜き編みの上の V の字を見て、まず V の字の向こう側だけを拾いたいと思います。針に糸をかけて、向こう側、ちょっとステッチマーカーとかしますね。指で押さえておいて、V の字の向こう1本だけを拾って、で、中長編みです。で、一応、確認用にここにステッチマーカーを入れときましょうか。そして次、細編みの上の V の字を見て、手前1本だけを拾って中長編みを編みます。なので、こうですかね。で、次、隣の細編みの向こう側1本だけを取って、中長編みをしたら、次から中長編みの上に編んでいくことになるんですけれども、まず、手前の V の字を見て、この手前を取るんですけれども、その次、V の字の向こう側を取るんではなくって、針を刺しても、深めに針を刺してもらったらわかるかと思うんですけれども、中長編みは上に横ラインが3本あるんですね。で、今回は、一番向こうの3本目のラインを拾って、中長編みを編んでいきたいと思います。一番向こうを手前と編んでいくので、この真ん中のラインは使わないです。では次、向こう側編んでいきましょうか。真ん中の向こうですね。拾って中長編み。次、1、2、3とあるこの手前ですね。手前を拾って中長編み。向こう側を拾うときは、この使わないと申し上げたこの真ん中のラインですね。これの上に針を入れると簡単に向こう側が拾えると思います。向こう側、そして手前側、拾いすぎちゃいました。そして、1、2、3とある3本目を取りたいので、2番目の後ろに針を入れて、3番目を拾います。こんな感じで繰り返しでずっと、まずぐるっと一周編んでいってください。2段目編み終わりました。目の数は偶数なので、最後の目はこの手前を取るという中長編みで終わるはずです。そしたら3段目からはこの2段目の編み方をずっと繰り返していってください。これはお好み次第なんですけれども、もう私はここから段の始めは特に気にせず、ただひたすら中長編みの向こう手前、向こう手前というのを繰り返していこうかと思います。で、この編む時のポイントっていうんですかね、は、次私は向こう側なんですけれども、向こうを編んで、手前を編む時は常に、向こう手前、向こう手前と拾っているので、中長編み自体も、奥手前とこう、デコボコした感じでカメラで伝わりますかね。ちょっと手前に出てるのと奥に引っ込んでるのが交互にあるんですけれども、手前を取るときはいつも表に出てる中長編みの右上が手前を取る中長編みという順番になっているはずです。で、奥の時はこのへこんでるのがある時が奥ですね。なのでこれを意識してると目がずれたり、次、手前か奥かわからないなっていうのがちょっと減るんじゃないかなと思います。で、この編み方でどのぐらいまで編むかなんですけれども、この1段目ですね。ここからの長さが、
とりあえず17、8センチぐらいになるまで編んでいこうかと思います。17、8センチ分編んでいこうと思って編んできたんですけれども、無心で編んでいたところ、17、8センチを超えて20センチ分ぐらい編んでいました。これでちょっと被ってみたら、まあ悪くないかなと思ったので、このまま続けたいと思います。なので20センチを編んだところで、次からはこの帽子のてっぺん部分、減らし目をして閉じていこうと思います。で、この今の編み終わってるところなんですけれども、まあどこでもいいかなと思うんですけど、一応ここが編み始めの糸が出ているところです。で、ここからビーッと辿っていって、上になるところで終わってみました。そして、これからの減らし目なんですけれども、1段につき8回減らし目、中長編みの2目一度をしていきたいと思います。私はたまたま、目の数が72という8の倍数だったので、シンプルに、次の段は 72÷8 は9ということで、減らし目、中長編みの2目一度をしたら、1目ずつの中長編みを7目、減らし目、7目というのをしていきたいと思います。皆さんはもう目の数いろいろだと思いますし、8の倍数でない方もいっぱいいらっしゃるかと思うんですけれども、そしたら、例えば私がこれ74目だとしたら、減らし目7、減らし目7ってして最後減らし目にして9にするとか、そこら辺はもう必ず均等じゃなきゃいけないということはないので、臨機応変に減らし目をただ8箇所していこうという感じでしていってください。では、編んでいきましょうか。ここから減らし目をするぞということで、ステッチマーカーの切れ端、ステッチマーカーの切れ端じゃないですね。毛糸の切れ端をステッチマーカーとして挟んでいきたいと思います。まず最初は、私の場合、次は向こう側を取る目なので、針に糸をかけて向こう側を拾います。糸を持ってきたら、糸はかけずに、そのまんま次の目は手前なので手前を拾います。で、糸をかけて持ってきたら、この4本を引き抜きます。そしたら次からの斜めは、1目ずつの中長編みを編みます。1、2、7と編んだらまた減らし目です。今度は表側から取りたいので、糸を巻いて表を取って持ってくる。そしたらそのまんま次の目の裏、向こう側ですね、を取って持ってきて4本引き抜く。こんな感じでとりあえずぐるっと一周していきたいと思います。減らし目の段1段目編み終わりました。そしたらあとはもう毎段8回ずつ減らし目をしていくようにずっと編んでいってください。減らし目をする場所なんですけれども、私はもうシンプルに毎回段の一番初めの目で減らし目をしていこうと思います。なので次の段は減らし目をして中長編みを6回、減らし目6回、減らし目6回と編んだら、その次の段は減らし目をして中長編みを5目と1目ずつ減らしていく感じですね。そんな感じでこの空いてる部分、ごめんなさい。ちょっと猫くんがうろうろしてますけれども、空いてるところをキューッと縮めていこうと思います。減らし目の段をずーっと編んできて、私の場合は今残り8目という状態になっています。あとこのちっちゃい丸が空いているだけという状態です。残り8じゃなくても残り十数目となってきたら減らし目終わりにしていいんじゃないかなと思います。そしたら最後は、編むのではなくって縫ってこの穴を閉じたいと思います。もうこの、段数マーカーは必要がないので引き抜いてしまって、でその後、糸端を20センチぐらいですかね、残して切ります。そうしたら、この輪っかの中、最後の目の輪っかですね。ここに糸を通して引っ張ります。そして次、針に糸を通して、そして縫っていきます。この縫い方は何でもいいかなと思うんですけど、どうやって縫いましょうかね。
そしたら私は、これなので、半目ずつ拾っていきましょうかね。1番目の目は手前を取って、2番目の目は向こうから手前。一番向こうの目はちょっと奥で取りにくいので、単純にこの上の V の字だけを見て、向こう側を取って、手前を取ってというのを繰り返していきたいと思います。手前向こう手前向こうと、私の場合は8目残っていたので8回通しました。そして今気づいたんですけれども、この作業をするときは裏面を見て作業をした方がいいと思います。私はこれ表面なんですけれども、今さっき気づいたらちょっと糸を引っ張りすぎちゃってっていうんですかね、なんかぷくって浮いてるところがあったので、これを表として編んでたんですけど、反対側でも出方は同じなので、表として編んでいた面を裏とすることにしました。ここら辺はもう皆さんが両面見てみて、好きな方を表と考えていただいて、で、裏になる方で糸作業はした方がいいと思います。そして私はこれ裏面なので、8回通したら、ギュッと縛って、あとは適当に対角線上っていうんですかね、何回か行ったり来たり、もうどの目でもいいので、針が入りそうなところに入れて、で、他の目に入れて、向こう側に出すというのを数回繰り返したいと思います。もしポンポンをつけたい方は、ここでポンポンを縫い込んでしまってもいいと思います。で、てっぺんが閉じたなと感じたら、もういいかなと思ったら、玉留めしときましょうか。針にぐるぐるぐるっと糸を巻いて、引き抜きます。ちょっと伸びちゃいましたけど、よいしょ。もう一回ぐらいいっときましょうか。こうして、ぐるぐるぐる。と編んだら、あとはもう目立たなさそうなところに適当に針を入れて、そして糸を切ります。そしたら同じく編み始めですね。こちらも私の場合編み始めは糸をケチってすごく短くしたので、どうしましょうかね。先にもう針を通しちゃいたい。なまってましたね。通してしまいたいと思います。どこでもいいので、適当に表に響かないように。表に響いても同じ毛糸の色なのでバレないと思うんですけれども、入れて、糸を通して、よいしょ。よいしょ。パッて、こんな感じで。で、あとはひっくり返して表面を向けたら完成ということになります。ちょっと画面に入りきれてないですね。こんな感じです。今回はシンプルでユニセックスの帽子を作ってみたいなと思ったので、この簡単なパターンにしてみました。これだったら女の人でも男の人でもどんな方でも普通にかぶれる帽子なんじゃないかなと思っています。もしよろしければ高評価ボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。では、ありがとうございました。バイバーイ。